どうも、男中村です。今回は河原に生えてる菜の花の種を使ってマスタードを作りたいと思います。これが河原に生えてる菜の花の種で作ったマスタードです。では、まずこの種を収穫してくるところからご覧ください。ここは4月8日の京都の鴨川です。ここの河川敷に菜の花が咲いてるでしょ。これは西洋カラシナの菜の花です。カラシナっていうぐらいですから、これの種でマスタードを作ることができます。4月23日です。菜の花はまだ少し咲いてますけど、鞘ができています。この鞘の中に種が入っています。これが成熟して乾燥したら収穫できます。5月28日です。鞘はほぼ乾きました。これを収穫します。種が飛び散るんで、ブルーシートを広げて収穫します。本当はもう何日か待ってから、もっと乾いてから収穫するのが理想なんですけど、この日の次の日から梅雨に入ったんですよ。だからこの日しか収穫するチャンスがなかったんです。適当なところにハサミを入れて切ります。これをブルーシートの上に集めてしごいてやります。軍手が必須ですよ。素手でやったらもう手が傷だらけになりますからね。こうやると種と鞘が落ちます。これを真ん中に集めて、鞘を取り除きます。種は細かくて比重が重いんで、下の方に集まってるんですよ。この段階である程度鞘を取り除いておきます。タッパーなどの蓋のできる適当な容器を準備しておきます。ここに集めた種を入れます。この段階でまたある程度鞘を取り除いておきます。これを持ち帰ります。この日は用事があったんで少ししか取ってる時間がなくて、取った量は少ないんですけど、取り方はまあ理解していただけたと思います。ところでカラシナに似たアブラナって植物があるんですよ。アブラナも同じような菜の花を咲かせます。アブラナの種で間違ってマスタードを作っても全然美味しくないんですよ。一回実験で作ったことがあるんですけど、ちっとも辛くないマスタードになるんですよ。辛くないマスタードって存在意義があるのかどうかわからないですよね。アルコールのないお酒みたいなもんですよね。辛くないだけだったら、辛いのが苦手な方には需要があるかもしれないけど、香りもないんですよ。香りも違う。だからやっぱりアブラナの種をマスタードにすることはおすすめできないです。そこでカラシナとアブラナを間違わないように、その区別の仕方なんですけど、アブラナは葉っぱの縁がギザギザしていない。葉をかじっても辛くない。カラシナの花よりやや大きい。葉の付け根部分が茎を包み込むという特徴があります。一方カラシナは葉がギザギザしている。葉をかじるとピリッと辛い。アブラナの花よりやや小さい。葉の付け根部分は茎を包まないという特徴があります。では、収穫した種でマスタードを作りましょう。まずは収穫した種をボウルに入れて水洗いします。水に浮かんだものは取り除きます。もう一回ぐらい洗います。浮かんだものを流します。こし器です。ザルだと目が粗いんで、こし器で水を切ります。バットにキッチンペーパーを広げて、種をぶちまけます。これを広げて、風通しのいいところに置いて乾燥させます。乾きました。重さを測ってみましょう。
25g です。少ないなぁ。でも心配いりませんよ。我が家には種の備蓄があるんですよ。ちょっと足して 30g にしてからマスタードを仕込みます。粒マスタードの材料はご覧の通りです。動画の説明欄に書いておきますね。からし菜の種を瓶などの蓋付きの容器に入れます。お酢、リンゴジュース、塩、あれ入らない。指で入れます。混ぜます。蓋をしてこれを冷蔵庫で1週間ぐらい寝かせます。こんなになりました。あんまり種が水分を吸ってませんね。乾燥が足りなかったのかもしれません。まあいいや。これをすり鉢に入れます。すりつぶします。ある程度すりつぶすとマスタードっぽくなってきたでしょ。香りも広がってきました。これをまた瓶に入れます。またこれを冷蔵庫で1日以上寝かせます。これで完成です。水分も吸い取られて、どう見ても美味しそうなマスタードにしか見えなくなりましたね。では、マスタードを美味しくいただくためにソーセージを買ってきました。これをフライパンでこんがり焼きます。お皿に盛り付けてマスタードを添えます。ではソーセージにマスタードをつけていただきます。うまい。文句なしにマスタードになってます。マスタード単独で食べてみますね。ちょっと野草だから癖があるかなっていうぐらいですね。完全に美味しいマスタードになってますよ。種の周りの皮、外皮っていうんですか、その皮の繊維質が売ってるマスタードよりかは存在感があるっていう程度です。これはもうソーセージにつけたらバッチリ美味しいです。ツンとした辛みと香りでソーセージの味を引き立たせてくれてます。美味しいです。河原に生えてる菜の花の種でこんなのが作れるってご存知でしたか？こういうのが分かってくるとまた見る目も変わってきますよね。ところで菜の花って何の花かご存知ですか？もうすでにからし菜の菜の花とか油菜の菜の花っていうのを説明してきたんで、菜の花という特定の植物の花でないってことはもうお分かりですよね。じゃあ何の花だっていうとですね、ズバリ言うと油菜科の植物の花をみんな菜の花って言うんですよ。油菜科の植物といえば大根もそうですし、キャベツもそうですし、小松菜もそうですね。大根あれ葉っぱが成長していったら最後菜の花が咲くんですよ。キャベツも最後ねバーって開いて菜の花が咲くんですよ。小松菜も伸びていったら菜の花が咲きます。それで今回はマスタードには使わない方がいいって言った油菜の種ですね。油菜の種は、それを絞って油を抽出して菜種油を作るんですよ。それでからし菜の種は油が取れないのかっていうと取れるんですよ。日本には売ってないんですけど、インド料理とかでマスタードシードのオイルっていうのがありまして、それがまたマスタードの香りがするオイルらしいんですよ。私は食べたことないですけど、いろいろ調べるといろんなことが分かるようになって面白いですね。そんなわけで皆さんも河原に生えてる菜の花として食べても美味しいし、種を取ってもマスタードを作ることができますし、いろいろできる植物なのでまたお試しください。今回の動画が面白いとかためになったって思ってくださった方はいいねとチャンネル登録をお願いします。他にもブログ、ツイッター、インスタグラムもやってます。
ブログはもう10年以上やってまして、今までの全ての情報がブログで見れますんで、興味のある方は男中村で検索してみてくださいね。はい、今回は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。